皆さん、こんにちは。アボちゃんの観察日記です。今回は、ほったらかし気味でも、冬越ししたお花についてお届けします。そのお花たちのおかげで、私の園芸の情熱が戻りました。今回は、そんなお花たちのことを伝えながら、ちょっと愚痴もこぼさせてもらおうかなと思います。耳障りなところがあるかもしれませんが、よかったら、ぜひご覧ください。それでは始めていきますね。2024年度は私にとってとても辛い時期でした。私は子供の頃から人といても孤独を感じるタイプでしたが、2024年度は特にそのような気持ちが強くなりました。この花壇は気持ちが沈み込んで園芸ができなくなってた時期に、野良猫に花壇をトイレ化されてしまっていたのでした。地域猫活動をするご近所さんの野良猫への餌やり、トイレも寝場所も用意をしてくれなくて、ただ可愛がる部分だけをされていました。そんな人が我が家の周りに数軒ありました。ある時、育てていた苗の根をむき出しにされていたのを見た私。とうとう怒りが爆発。許せない。行政に連絡と許可をいただき、野良猫の糞とその周りの土を餌をあげたお宅へお返ししてやりました。そして、収まらない怒りを浄化するために、花壇を作り直しました。根をむき出しにされた花を、まず植え直しました。ここには、園芸をしなかった時期でも枯れなかったお花を植えることにしました。負けたくない。強くなりたい。やりたいことを貫きたい。悔しい。50歳をとうに過ぎていて、こんなことを思うのは恥ずかしいですが、心の底からそう思いました。次に植えたのが、左のビバーナム。残りはアルストロメリアを植えました。根がむき出しのお花は、アスクレピアスというお花です。花壇の左端にもアスクレピアスの種類の違うものを植えました。それから、キンギョソウを植え、ペンステモン、アラベスクレットを植えました。それから、アキレア、ミリーロックを植えました。少し場所が余った部分には、シモツケとアリッサムを買い足して植えました。こうやって、東の花壇を埋めながら、自分の心を沈静化させていきました。それが2025年4月までの様子です。そして、これが5月後半の花壇の様子。根がむき出していた苗も立派に育ってきました。だんだん、植物と植物の隙間がないほど成長していきました。成長すると同時に、お花も咲いてきました。ここからは、冬越ししたお花を個別にお話ししていこうと思います。まずは、キンギョソウです。キンギョソウ F1 ダブルショット。2024年春に種をまいて、その年の夏に開花させました。ピンクは地植えのもの、黄色は鉢植えのものを移植しました。移植するときは、なるべく根の周りの土を崩さないようにして植えました。すると、翌年の2025年は株が大きくなり、花も見事になりました。この花は暑い夏も寒い冬も常緑でとても強い印象があります。団地にお住まいの方に特におすすめです。2年目の最初はこんな感じで花穂が長く咲きます。咲き進むとこんな感じ。ピンクはこんな感じ。花が終わってきたらその花穂を取っていきます。最初に立ち上がった花穂が終わると、すぐに次の花が上がってきます。次の花はこんな感じで花穂が短くなって咲きます。最初に咲いた時ほど豪華な感じはなくなるけど、たくさんの花が咲いてきます。丸く花束のようになって印象がガラッと変わります。分子の数が多くて金魚草っぽくないですよね。背もあまり高くないので
管理もしやすいです。これは本当におすすめのお花です。次の冬越しするおすすめのお花はアキレアミリーロックです。2024年6月に購入しました。これもあまり背が高くならないので管理しやすいです。購入した時は1ポットに2種類入っていたものをそのまま同じ植木鉢に入れて育てました。そして翌年2025年4月にようやく植え替えしました。抜けない。やっと抜けた。根がいっぱいです。根を崩していくのが少し大変でした。アキレアミリーロックがおすすめなのは、こうやって株分けをするとたくさん苗が増えることです。根をほぐれやすくすると手で簡単に分けていくことができます。この時はあまりに小さく取れた苗は処分しました。株分けしたものを鉢植えにして1ヶ月もするとこんな感じで大きくなって、このくらいになるとこの鉢では水切れを起こしやすくなります。根っこの様子を見ます。もう根が鉢底まで回っています。鉢を一回り大きいものに変えました。移植の強さもこのお花の良いところです。こちらの地植えしたものも順調に大きくなっています。ある程度どんな場所でも植えることができるのも良いところです。花穂がたくさん上がってきました。この時は一色しかなかったので、もう一つは枯れたものだと思っていました。どんどん咲いてくれます。お花の中で一つだけ色が違うものがありました。これも可愛いですね。どうやらこちらがレッドみたいですね。たくさん咲いているこちらがイエローテラコッタなのかな。イエローテラコッタの方が生育旺盛のようです。違う角度から見ても綺麗なんですよ。これは2株ですが、もっとたくさん植えると花畑みたいにできそうです。新芽がすぐに株の中央くらいから伸びてくるので、先に伸びた花穂は横に倒れながら広がっていきます。花が終わってしまうと、どっちがどの色かわからなくなるので、レッドは移植しました。小さい苗はどちらかわからないので別で保管。イエローテラコッタは株が十分な苗があるので切り花にしました。切り花にしても可愛く楽しめますね。花も次々咲きますし、こちらもおすすめです。次のおすすめはアルストロメリア。これは郡上八幡花物語ウィンク。背が低いタイプの宿根草です。鉢植えでほったらかしていましたが、新芽が出てきました。根を見てみると、こちらもびっしり生えていました。根が強いものは生命力も強いのかもしれませんね。根はあまり崩さずに植えました。これは2023年の時の様子です。2年前から我が家にいたんですね。これが2024年の様子。多分株分けをした後だと思います。左の赤いキラリという名のアルストロメリアはほったらかして枯らしてしまったと思います。赤とピンクの間のがもう一つの生き残りです。これが間の植木鉢の元の姿です。大きくなったので株分けをした後だったと思います。株を割ってみるとこんな感じでした。株が結構大きく育っていると
株分けすると復活に時間がかかるのかな。1年後に左の株くらいにしかならなかったから、この子はデリケートに扱ってあげないといけないのかもしれません。この子の名は郡上八幡花物語、ルーミナスだと思います。まだここから咲いていないので、動画作成時では断定できないです。今はこんな感じまで育ってきています。ルーミナスだと背がもう少し高くなるんじゃないかな。おすすめは背が低いタイプのアルストロメリア。鉢植えも地植えも大丈夫です。次のおすすめはベゴニアです。こちらはベゴニアタブレット。そしてこちらが安価で売られているベゴニアです。どちらもほったらかしで冬越ししました。2025年4月8日の時点でこの状態でした。少し枯れ葉を取ってしまっているけれど、どれも左上の青い植木鉢のような状態でした。こちらがベゴニアタブレットの状態。見るも無残な姿です。枯れ葉を取り除いた状態です。こちらの2つは左がほとんど葉がなくなっていて、右は株の真ん中の葉がなくなっている状態でした。右の鉢の中にはコガネムシの幼虫がいました。この虫が根っこを食べてしまっていたんですね。根っこを見てみると結構根っこが残っていました。この時の土は排水性、通気性が悪かったと思います。2024年はこんな感じからあまり成長しなかったんです。あ、これが虫に食べられていた苗です。真ん中の根があまりなかったのがわかりましたか？根がない部分の地上部には葉がないんですね。フル土再生のバージョン2のリサイクル土に植え替えました。これで通気性、排水性はバッチリです。でも地上部が小さすぎた苗は育てることを断念しました。植え替え後も葉が大きくならなかったんです。植え替えから1ヶ月が過ぎた頃、ここまで成長してきました。通気性、排水性の良い土で植えると、ベゴニアはとても元気になります。安価なベゴニアももりもりと育っています。そして、こんなに綺麗な丸型に株が育ちます。切り戻しはしていません。葉っぱの色がいいですね。こちらは、花があどけなくて可愛らしい。こちらも切り戻しはしていないです。どちらも勝手にこんもり丸く育ってくれるんです。団地だと冬越ししやすいのかな。ベゴニア、おすすめです。そして、今回の最後のおすすめは、タイツリソウです。花がとっても可愛いんです。鯛を釣っているように見えるから、タイツリソウなのかな。これ、花期も短いし、葉も夏には枯れます。でも、ほったらかしでも大丈夫みたいなんです。2024年の夏に枯れて、2025年の3月。悲惨すぎた状態。でも、よく見ると、新芽が出てきてる。これも、ここら辺に新芽が出てる。これも、ここら辺に出てる。植え替えすると、5月上旬には、こんなに立派に成長します。あの小さな新芽の状態から、ここまでになるのがとても早いです。本当は、もっとこれ以上大きくなりたいみたいです。手がかからないので、庭に余裕があるなら、植えてみてほしいです。ということで、今回はここでおしまいです。2025年5月30日の東花壇は、こんな感じです。植物がわさわさと生え伸びてきました。今、私はこの花壇がとても気に入っています。野良猫の剣で怒りで作った花壇ですが、結果的には作ってよかったと思える花壇になりました。起こる出来事が起きなければ、花壇は作っていなかったと思います。それに、花がたくましかったこともありますが、元は過去に自分が夢中になって頑張ったからこそあることです。
私は自分で自分を満たせたんだと思っています。園芸への情熱も、情熱がなくなる前と同じように戻っています。今でも、野良猫は時々来ます。ご飯を食べたであろうと思われる満たされた顔でやってきます。そして、いつもながら不思議に思うのですが、我が家に来る野良猫たちは、私を警戒しません。私の匂いのするこの花壇は、野良猫にとって当たり前のことなのでしょう。私は、多分、トイレを用意してくれる人間だと思われているのでしょう。猫にとって、我が家のお庭は、静かで風通しが良く、土があり、トイレにふさわしい場所なのでしょう。でも、その気持ちには応えられません。それでも、糞をされても、もうお返しには行きません。だって、無責任な人と関わる時間がもったいない。今はもっと、花と携わりたい。糞をされないように、目いっぱい花を植えたい。悩んで体を壊すなら、悩まないで好きなことに没頭すればいいと思う。だけど、時に他人のことで悩む方が、頭が楽なんだとも思う。好きなこと、自分のことを考え続けるのは、意外に難しい。だけど、自分のことに集中しないと、心から楽になることはないと思う。自分をごまかさないで、常に自分を見つめようと思う。他人を見つめても、誰も得をしない。今は、そう思って、時間を大切に過ごしています。自分を大切にしてくれる人を大切にして、自分のことを大切にしてもらえるように、自分を大切にする。どんな出来事も自分目線で考えて生きていこうと思っています。皆さんも自分を大切に、そして、これからも園芸を楽しんでくださいね。それではまた。最後まで動画をご覧くださりありがとうございます。よろしかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。次回もまた見てくださいね。